はい、皆さんこんにちは。令和の甘え掃除こと東雲玲也です。前編の動画皆さんちゃんと見ていただけましたでしょうか。前編見てない方はこの動画をすぐに閉じて、前編を見てこないと、どうしようかな。うなじから3日間変なおじさんのうめき声が聞こえる呪いをかけます。はい、ということで、株式会社向井にお邪魔しておりまして、今日はこの2人と一緒に対談もしていきたいと思います。じゃじゃん。はい、はい、あなたのアワビを貪りたいバイナイター星健太です。よろしくお願いします。うわ、かっこいい。はい、エンペラーキュピン向井陸です。なんかそのさ、俺さ借金ってやってる、こうやってる、今キピンってやってるじゃん。なんかないの？これしかないよな、もうね。あるよ。貪りたい。貪りたい。レイヤ君とケンティがエロ目になったきっかけっていうのはもうね、動画で散々聞いたんですけど、リク君がエロ目になったきっかけは何ですか？なんか俺はもともとなんだろうな、今までこう売り線とかホストとか紐とかメイド喫茶とかなんかちょっと面白い仕事をいっぱいやってきた。今言っていいですか？紐を仕事として数えましたよね。紐はまあでも何をなりわいにしてたかで考えるとまあ紐かな。あ、そうですね。で、紐してた時にちょっと束縛激しい女の子で、家族とも連絡取ってなくて、でちょっと肩外しちゃって、で手術するってなった時に全身麻酔だからこう家族の同意書がいります、なって家族と連絡取ったらお父さん死んでてお姉ちゃんが子供を産んでてこれ俺ちょっと真面目になろうって思って、実家帰って紐やめて、自分がやりたくない仕事をやろうって思ってガソスタで1年間働いてやっぱ無理だって思ってやりたいことやろうって思って何が好きなんだろう、セックスで男優になりました。いやー、すごいっすね。そしたからのセックスって意味わからない。何が好きなの？セックスじゃあ男優って。男性だったらみんな、セックスは割と好きな人が多いじゃないですか。そうだね。でもセックスじゃあ男優ってだってこうなってる人はすごいよね。0-100みたいな。だから本当に好きだったのか才能があったのかちょっとリク君のみぞ知るのかなとは思う。今やイチャラブの帝王。イチャラブの帝王なんですかね。まあでも俺よりうまいやつ業界にいないと思う。そうで初め、最初に会った時とかになんかそれを自分に対してじゃなくて誰かに言ってたのを聞いて、俺はこの業界でイチャラブを極めるのはやめようってちょっと枝分かれして甘えすぎて正当に枝分かれしたとそっち行けるわ。そうその KO って言われるようになってゆえんというか、っていうか、でもやっぱ単純に毎回女優さんに好かれようと思ってやってるから、好かれようっていうかこの女を落としたろうって思ってやってるから、大事ですね。そうまあ本気で落としてどうこうするわけじゃないけど、とりあえず好きになってもらった方が俺はセックス楽しいし、じゃあ好きになってもらおうっていう感じで。後輩2人から見た帝王のイチャラブって、客観的に言葉で表すとしたらどういうイチャラブ？沼ですね。東雲くんも甘えするんやけど、向井さんもちょっとやっぱサイコパス味なとこがほんとそう、沼に落とす系のメンヘラ製造機っていうんですか、こういうの。そっちタイプの。確かにそれはちょっとあるかも。だってこんなにしっかり社長で仕事もすごいできる人なのに、なんか多分面倒見てあげたいと思わせるところも多分あるのがすごいなと思って。やっぱその完璧な存在になると1個ダメなとこ出るとダメだから、やっぱダメなとこで好かれるとこ出していくと、まあダメなとこもう1個出ても別に大丈夫になるよねっていうのもあるし、あとやっぱ不完全なものって可愛いから、っていうので気にせずそういう部分出してるとこは全部計算してる。いやでも今ちょっと名言だった全部計算してるやん。不完全なものって可愛いから結構ちゃんとでも全部考えて、でも後付けでも説明できる、人に説明できる理由をちゃんと探してやってってるから、でその理由が見つからないものに関してはやめていこうっていう。すごいね。やっぱ根本はすごいロジカルですよね。根本はロジカル。すごい。イチャラブ甘えすどっちに来る？俺ずっと考えてたんです、話してる時に。俺そう言われたら俺別に甘えすでもないし、そんな向井さんみたいなめちゃくちゃジャラブしてるわけでもないから、やっぱ俺はもうを極めるしかないそれ一本で、そう、それ一本だなみたいな。じゃあ心が通じ合ってなくてもおまたさえ舐めさせてくれればいいってこと？そういうことかもしれない。じゃあもう最低です
シルクの現場でこう3人ってそれぞれでなんかこう複数作品とかで絡んだことは？ここだここだけシルクでは。じゃあリク君はまだその撮影現場とかでレア君なりケンティの生のセックスは見たことはない？見たことないですね。生の空気感見たことないな。確かに。いやだから俺逆に怖いですね。こんだけ一緒にいさせてもらって、やっぱ会社でも一緒にいて、絡むの怖いっすね。いや恥ずかしいもあるし。俺も怖いよ。なんでなんですか？怖いよ。怖い。それどういう意味の怖いな。立たなかったらどうしようって思うよ。シルク以外だったら一緒にやらせてもらって、自分が人生で初めて 4P、まあ数の話なんですけど、その前に5はやったことあったりしたんですけど、人生初めての 4P っていうのはリク君と一緒に現場でやらせてもらって、でその時がもう本当にその男性がいわゆるノンケの男性が見る作品に出るのがほぼ初めてみたいな状態で、リク君の紹介で現場に連れてきてもらって、でリク君が先に前半で1本撮って。で自分が後半で行かせてもらって、もう初めてで緊張するなみたいな感じで、こう普通にハウススタジオみたいな一軒家みたいなところにガチャって入っていったら、なんかリック君が壁からチンって出して「なんかお疲れ様」って言って喋るのに出迎えられて、でなんかリク君ともイベントとかでしかあんまり喋ったことないから、そこまでちょける人だと思ってなかったから、なんかすごいところに来てしまったかもしれない。でも俺今でもなんかあれのおかげでちょっと心が楽になったなって。喋るおかげで本当に喋ってたんですね。ちなみにシルカニの全員集合会の時、ちょっと寝てる時に手で握ってたよ。そうだズマピがチェッキタイムやってる時に、俺その時多分1時間くらいしか寝ないでイベント行ってて、寝ちゃったんですよね多分。で多分手がこんな感じで寝てって、なんかみんながクスクス笑ってる声でふって起きて、その時なんかふって多分リクが消えていって、後から今やらされてたみたいな。しかも生じゃないと思うじゃないですか。服越しにこうなんかやらされたんかなって思ったら、いや普通に俺がこうやって寝てるとここにこの生の子供置かれてるから、やっぱ男優さんなんだなと思って。まあこの業界いるとどうしてもそういうところが出てきてしまうから皆さんそれぞれのなんか特徴とかってあるのかな？前話して一緒って話。全長が 17.5 センチ。一緒で、俺は土の子型かな。こう真ん中が一番太めで、狩りがちょっとちっちゃい。狩りベレー帽みたいな。かわいいかわいい。でも僕はなんか細めなんです。結構細めなんですよ本当に。細長いタイプで。見してる。おられさせて。でも僕は多分 16.5 とか17あるかな。最近分かってない。それでちょっと左曲がりですね。ちっちゃい頃ってチンポジをすごいこう気にするやん。そうね。ずっと俺は左に入れてた。それがこうしっくりきてたってこと？そう。でそれで日が経つごとにやっぱその形に形成されて、で多分左曲がり。形成とか言うんですよ。おねじとんだよ。形状記憶。根元はこっち行ってるかもしれない。あ、そうなんですか？曲がってる。でもこの業界入った時まっすぐだったけど、ズボンの中で勃起してる状態。多分長くよくやるようになったから。だからいや小学生の時やっぱ寝るやん小学生って。授業中とかで勃起するじゃないですか。勃起してで多分その状態で左に入ってたからそういうことだと思うんですね。俺ずっと勃起してた。体育館で大変な勃起してた。体育館で勃起してた。体育館で勃起してた。いや校長先生の話とかあれ集会みたいな。そういう性癖なんだ。そういう性癖だよ。校長先生の声で勃起する性癖じゃない。そういうのじゃないよ。そうじゃない。でもまあ我々が2年目3年目とかで倍以上男優をやられてて、多分まだ俺らはねその現場でうまくいかないこととかいっぱいあるんですけど、自分の場合ちょいちょい相談してますけど、なんかやっぱキスする時手持ちで自分の顔がちゃんと映らないとか、ハメ撮りの時ね。そうあとやっぱカメラの気にしすぎちゃってだんだんこう元気がなくなっていくみたいなとかっていうのが悩みとしてあるんですけど、それはなんかどのあたりからこうどうクリアしたとかってあります？これスコーピオンっていうんだけど、ああいうのをこういうのちょっと借ります。これにカメラがついてるわけですね。はい、こういうのよくカメラがついてるんですけど、
こういうのでキスするときって、一番内側にひねってこっちに持っていくと横向くんですよ。でキスする相手がこっちにいるから、ちょっとこっち向いていい。でも人間のこの手ってその力抜くとだんだん自然とこういう向きに、これがニュートラルな楽ですもんね、こっちの方が楽な位置に行っちゃうから、ずっとしっかり力入れてあげる。力入れたところで綺麗にはまる画角を見つけとくと、正常位取る時とかも、これってだんだん落ちてくるんだけど、伸ばしてると落ちない。やっぱだからちょっとでも曲げてると曲げがそうだんだんこうなっていく。まあでもやっぱ正常位の時楽してこういう風に斜めにして取ったりとか、まあするっちゃするけど、まあこれは使い分けで。それは誰かから聞いて覚えたんですか？昔はまあ今も確かやってるのかな、結城さんっていうめちゃくちゃハメ撮りうまいって言われてる男優さんがいて、その人の作品を何個か買って画角を全部スクショして、これどう撮ってんだろうなって並べて、自分でやってみた。いやーすごい研究熱心ですね。っていうのはで大体同じフォーマットでやってるからやっぱり。だからまあそれさえ覚えとけば、まあそれぞれをこう組み合わせて現場で使う。組み合わせて使って、でもそれを全くずっと真似してると、その人のレカコピーにしかならないから、その人はそれをなんでそうしたかっていうのを考えてそこにたどり着いてるから、自分はそこの理由のプロセスの部分がないから、こっからさらに自分なりにいいと思う作品を作るためにここスタートでやっぱ物事を考えて自分の画角を探してる。いや深いですね、男優ってまあでもカメラ気にしちゃうのはね、俺はねその自分の心に従っていいと思う、カメラ気にできるんだったらカメラ気にしていいと思うし、俺が気持ちよくなるのが俺一番大事だからって思ってやってるんですよだから忘れちゃえって思ってる時もある。そうなんだ。あえて外しはしないけど、これ入ってなかったら入ってなかったでいいや、気持ちいいしみたいな。で後で切ってもらえばいいやって思って。ハメ撮りってやっぱその距離感とか、実際にカメラの距離もあるけど、男優と女優さんの距離感も近いから、カメラと女優さんの距離感がその心の距離感的な近いから、女優さんのテンションをなるべく維持したい、気持ちを維持したいから、あんまり俺カメラ見ないの。そうなんだ。ずっと相手見てるからほとんど。すごいな。チラチラしか見ないから、だから入ってないことも結構あるんだけど後から反省するけど、でもそれでも女優さんのそのテンションは一番下げてない自信が。すごいな。俺ずっとまあ1回だけやらせてもらったんですけど、いや気になるでしょ。入ってるかなー、ずっとこうやってるからで気になっちゃうとさ、やっぱこうなってる元気なと思うやん、意外にその時むちゃくちゃ思った天才だよ、それはそれで。逆に天それが見てんならそれでいいけど、なんか逆にね勃起しちゃって、後で見返して全然入ってないですよ見てたんじゃない？何見てた？いやわかんない。やっぱこの作品のさ、なんか構造上カメラを女優さんにずっと見てもらうみたいなのよくやってもらったりするじゃん。あれしてる時俺すげえ悲しいの。自分見てる。自分見ててほしいから、だから俺は見てよ。で相手に仕事忘れさせようって思って、こっち見てって監督に言われたけどそれ忘れさせて俺見させようって思ってるから、でずっと俺のこと見てくれたこの時は大体抜ける作品になってる。うわー、そう、もう気持ちが入ってる状態がねあるから、その状況をなるべく作り出そうとしてる。男優としてはめちゃめちゃ素晴らしいことを言ってるんですけど、なんか男優だから成り立ってるから、このマインドの一般人が世に流通してなくてよかったなって俺のこと好きにさせてやる。絶対俺が一番取引先のこと絶対好きにさせてやるそうだからここにいてくれてよかったこの立場でいてくれてよかった。レイプものがすごい苦手なんですよ。相手はやっぱこうちゃんと反撃じゃないですか、やめろよみたいな感じで来るじゃないですか、結構気沈んじゃう。やめなきゃって思っちゃう。そうなんかかわいそうだって思っちゃって思い切れないじゃん。そう何を考えてますそういう時。こいつでストレス発散してやろう。いや俺それ考えるのすげえ。本当にそれを受け入れられる女の子だったら喜んでくれるし、そういうの好きな人いますもんね。本当に好きな映画業界向いてる人間っていうのがたまに入ってくるんですけど、そういう子の時全然容赦しなく日頃の分晴らすんですけど、それすると女の子は喜ぶし、俺のみ
気になるしで、ハッピーエンドになるほど。ああちゃんとじゃあ喜んでしてる喜んでしてるし、そのここだけ切り目として喜んでレイプしてるだけ切り目ここだけ TikTok でですから切り抜きを落とし目をすごいなんかしっかりビンタするんだけど、まあその感情のそのスタート地点はともかくとして、相手がそれできちんと喜んでくれてることを感じて、それにきちんと自分が喜んで、もう一回次の攻撃を繰り出すっていうのをやれたらはうまくいく。でも別に嫌いな女優さんだった時は気使わないとダメだよ。それがむずいよね。それがね難しい。どこで分かるんですか？分かんないですよね。なんかそもそもその仕事を受けてるからその女優さんは、って知ってやってるわけじゃない。いやでもオファー来た時はって知らないかもしれないし、まあでも NG ではないんだよね。NG だったらそもそもそれは来ないし。いや、まあ、たまに顔面ビンタするやつあるじゃないですか。あれほんまにやってんのか、なんか合成なのか。合成しないと思うけど、本当にやってるけど、その痛くない叩き方とかはなんか教わったけどね。膨らませて空気だけパーンってやって女優さんの顔をちゃんとこっちに向けるって力を逃がすみたいな。あとこの心の部分当てないとかね。関節部分は痛いから。まあでも嫌われる覚悟でやってるっていう人多いけどね。が主戦場の男優さんとかやっぱいるけど、向いてる男優さんとかいるから、俺はもうなんかイチャラブの人みたいなイメージついてるから、ほぼほぼないっていうかめっちゃ少ないのよ。極端に少ないからむしろやりやすくやらせてもらってるけど、でもやっぱたまになんかそのハードなやつやる時はもう NG 出ていいやくらいの。でもそれもやっぱだんだん慣れてきたもんだったんですか？まあそうだね、慣れてくるっていうか急に楽しくなる瞬間あるんだよね、たまに。じゃあじわじわじゃない。出ましたサイコパス味が。この日楽しかったな、この子した時楽しかったなっていう時に何が楽しかったのか、みんなでやったから楽しかったのか、その子が受け入れてくれてたから楽しかったのか、やっぱその理由探してその状態を思い込んで作る。だから楽しかった時を再現してまた別の現場で。まあでも後つけないはあるけどね。そこはもうテクニックの部分になっちゃうけど。プリップ言ってるからこうとPPP だけでもうやばいんじゃないか。しんどいねこれ。俺マジ